暑いですね。いやー、熟れてますね、だいぶ。おお。うん。匂いしない。こういう時大体いい匂いって言うんですけどね。はいはい。うん、わかんない。それはあれですか、酔っ払ってるからじゃないですか。いや、違う違う違う。さすがにもう抜けたら。これ梅何するんですか？梅干しです。あ、梅干し。昨年だいぶ梅干しつけたんですけど、はいはい。ご好評につき、もう本当に8分の1ぐらいしか残ってなくて、おう。で梅酒はねやっぱいろんな方にいただくんですけど、はい。塩辛い梅干しがやっぱ山で食べるとどうしても美味しいので、おお。それを今年もつけます。おお、いいですね。去年つけるのは取りましたけど、あれを食べてるの見てない。あ、そう。今日食べますよ、ちょうど。あ、本当ですか。うん。よかった。よいしょ。めっちゃ落ちてる。ね、落ちてるやつはもうダメなんですか？そうですね。ああ。奥の緑あたり、ああいうのがいいんですか？もう木に今なってる状態のは何でも大丈夫です。あ、そうなの？うん。あんまりまだ若すぎて発育途中みたいな、これから大きくなりますみたいな子だとちょっとあれだけど。ああ。なるほどね。梅の種類もなんこれはね、豊後梅っていう種類です。文豪梅。うん。それこそ南高梅とか甲州小梅とか品種は様々あるんですけど、はい。これは豊後梅ってこっちでは呼ばれてますね。いやでも相当あるな。これ袋1枚じゃ足りないな。梅干しお好きですか？梅干しはまあですね。これ足元、これみょうがだ。でここが茎なんだ。茎の音も取れるし。まあでもおにぎりの具材で梅干しあっても選ばないですね。梅干し、鮭とか昆布ですね、おにぎりは。そうなんだ。はい。昆布か。昆布美味しいですよ。か。たまに食べる昆布とか。これは吉森さんの木ですか？いえ、吉森さんのいとこの土地の木です。ああ、なるほど。じゃあ無断ではないですね。無駄じゃない、無駄じゃない。すごいな。いっぱいですね。いっぱい。梅も虫に食われるんですか？あんまり食べられてないですね。袋いっぱい取るんですか？そうです。おお。2つ分つけるので。はいはいはい。吉森さん、栄冠あります。結構あるわ。栄冠。そうです、うめえね。これはうめえ話だから。おお。え感心する。おお。何や。うめえですよね。そうそう、うめえよ。なんでもね、うめえよ、これ。梅はうめえ。結構あれだね、折ってみると黄色いのが今度ね。このさ、この文豪名さ、今たまに作ってないんだ、今は。今ね、作ってないんだよね。でも、手入れしなくても例年こんなに育つってすごいですよね。そうこれあ、もう勝手にこんなに。またね、これ剪定する、消毒、なんですよ、剪定するさ、また。切るんだ、上を。昨年遠藤君も一緒でしたよね、収穫の時。そうだね。で、吉森さんと遠藤の格好がすごい似てたんだよ。青い T シャツにベストで。親子のような。遠藤君と。うん。このさ、この文豪梅っていうのさ、今作ってる人少ないんだ。だからね、ないんだよ。
でくんこれ売り行くか。売り行く。売り行きますか。JA 本店って売って袋に詰めてこうやって1000いくらでこうやって一杯なんじゃう。梅酒買って飲みますか。長屋の梅酒。取られた嘘。下の方潰れないんですか？うん、まだ硬いですね。硬い。おお、いっぱいいっぱい。大盛りは大盛り。重そう。超重いぞ、これは。いや、大丈夫です。持ちます。軽く縛ってまだあとちょっと上にあるけどまたいいよ剪定しながら取ればいいよ。うん。よいしょ。よいしょ。重い。ありがとうございました。よいしょ。そうじゃん。この梅をつけたらさ、はい。坂君もらってけばいいよ。あ、梅。うめえと思うよ。梅は。うめえですよね、多分ね。うめえと思います。はい。吉村さんもらわないんですか？僕ねうちに少しつけた。甲州小梅と、もう一個あれをねぶぐも梅ってやつを、はいはいそうつけた。今年はだけどぶぐも梅ね作ってる人少ないんだ。だからないからね。買うとね結構金額するんですよ。ぶんご梅ってちょっとでかいんですか？そうそうで大きい普通の梅よりね。甲州小梅っていうのはこう小さいちょうどお弁当に入ってるのかな。あれがちょうど甲州小梅かな。これは文具だからなんちゅうだ焼酎漬けにして、あとはブランデー漬け、そしてその梅酒を飲む、そうそれ使ってる。お酒飲むんですね。誰？吉村さん。いや俺飲まないですよ。長屋の梅酒が好きなんですけどね。長屋の梅酒が好きで、こういう梅酒のやつでね味がねちょっと甘いのは美味しい。一緒に過ごしててたった1回だけですね、吉森さんがお酒召し上がったの。あと貯金が趣味だから飲まない。貯金が趣味。そういう問題じゃないですよね。梅これどうするんですか？梅ね、ここの上の部分のヘタをペンと取ってでつけていきます。でも無農薬だし、木の上になってるものだから、別に泥で汚れてたりしないので、このままつけてっちゃうか。よいしょ。梅干しつける時のとにかく一番の大敵はカビなんです。だからカビないようにちゃんとホワイトリカー吹きかけながら、これ35度あるウイスキーなので、それをスプレーで吹きかけながら、ちなみにこのスプレーボトルはうちになかったので、さっきまで坂上さんの化粧水が入っていた銭湯でいつも持ってってるやつ。ホワイトリカーってもうそれ用のものってことですか？いえ、ハブ酒とかマムシ酒とかつけたりとか、あと果実酒、梅酒とかかりん酒とか、そういうものに使ったりします。ヘタあります？ヘタありますよ。ほらこれ。
おお、ちっちゃいやつ。吉森さん、どうぞどうぞおかけください。あ、大丈夫。いやいやいや、私はね、マクドナルドを見てるかっこ悪いね。大丈夫ですよ。これからないですよ。いやいや、大丈夫だよ。よし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 。あ、いいよいいよ、大丈夫だよ、レコ。しーちゃんの吠え声と草刈り機の音と。田舎だ。この梅をさ、レク君、例えばさ、ブランデー漬けとかするじゃん。何漬け？ブランデー漬けとかあーそれで、はいはいこの時ね、これ穴こうに開けるじゃん、周りへ、はいはいその時に剣山で転がすんだよ。あこういうふうにゴロゴロって、こうやって剣山っていうのはほらお花のだから、いけばね。とが生け花の羽が尖ってるから、あん中にこう転がせば、全部ほら細かくうまく入るわけよ。これと中まで浸透する。そうそうそう、そのやり方もある。おしばね、早く使うのかな。中にこうね、入る。吉森さん、牛乳です。ありがと。すいうません。はいお手で。ありがとう。はい、これよかったら。ありがとうございます。ここ置いてきます。すいません。高橋さん、アイスコーヒーどこ置きましょうか。ここ置けます。うわ、すごい。ね、あれがあるから。喫茶店かな。お茶文化がね、あるのでね。確かに田舎あるあるというか、こっちお茶でも飲んでけしって言って日中からお茶飲むこと多いですよね。多い、案外とね。岡部さんのとこ行ってもね、いつもお茶呼ばれて帰る。お茶飲んでけ。下手取らないとどうなるんですか。どうなります？下手取らないと。下手、いえ、別にあれだよ、ほら木の付け根だからね。ちょっと歯触りが悪いというか。口に入れた時にね、ちょっと木のあれを食べるという、口の中に残るというのがね。でも結構良かったね、取れてね。でもこのね、こっちでもね、僕の梅こういうね大きい梅作ってる人少ないんだよ今。ないんだよね。だからなかなかね手に入らない。これ美味しい、美味しそう。すももみたいね。プラム。焼き鳥の串があるじゃん。はい。あれでやると楽で先にとんがってるから。今年はいい梅食べれるかな。去年はあれだね。去年のはやっぱりあれだね、時期がずれたね。去年。ね、去年の梅は。売れすぎてた。そうそう。去年なかなか干せなくて。お天気があまり良くなかった。定期的にホワイトリカーかけて。昨日食べた梅干しは去年つけたやつ。そうです。これいい塩だね。ちょっと奮発して、一番安い塩より200円高い塩にしました。そうだね。いい塩だ。その T シャツは偶然一緒なんですね。そう、怖い。モンベル。モンベル。モンベル率高いよね、山屋というか、山歩いてる漁師。そうですね。みんな着てるもんね、結構ね。登山者の人も着てるしね。僕もモンベル。お揃い。モンベル着ちゃうんですよね。モンベル着ちゃいますよね。本当だ。いや、着やすいですし、そんな特別高くもないです。物がいいよね。本当にいい。ね、長持ちする。今日涼しいね。でも太陽出るから午後は暖かい。雨とかね、たらあれね、午後からはもしかして暑いかもしれない。で、そうそう。俺はここでお茶呼ばれて終わっちもな。この後仕事ですか？仕事です。もう頑張らんとね。何かどうかやって健康管理も兼ねながらやってるです。
デックは今日は下らない死体は。下ります。坂上さんお送りするので。あ、今日帰るんだ。帰ります。あ、そう。何時頃帰る？夕方？もうこれ撮影してご飯撮影したら、はい。だからお昼過ぎぐらいに。あ、お夕方ね。ささささ。忙しいんだ。坂上さんお忙しいですよ。ね、忙しいね。そうだね、忙しいや。まあね。こういうとこが忙しい。私なんかだ、暇で困るよ。いや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 、そんなことやね。今度草刈りしようかなと思ってね、いろんな土地が広大だからだよ、下下の場合。買ってもですね。そう、買ってもあれだね、伸びるね。うん最初買ったとこはどんどん伸びていっちまうもんね。そう。最後のところを刈る頃にはもう。最後に伸びてくる最初買ったとこはね。いや、このデックのほら草刈りもあるから、んね。みんなに草刈りを渡してみんなで刈れば早いから。坂井君のおかげでいろいろデビューさせちゃってね。デビューしました。しました。この間ね、はいこの前ね、いつだっけな、シャイデリア行ったんですよ。咲いてるよ。ご飯を食べご飯食べ、はい。可愛い言い方でそう行ったらね、置いたらね、隣に座ってるね、年配じゃないけど、まあそこそこのね、女性と男性がいてさ、それで俺がその隣でご飯食って友達と話をしてたら、隣の人がさ、お金がもう終わりだから、レジのとこで一緒になっちゃったんで、その人と。そしたら「吉本さんですよね」ってさ、そしたらさ、声でわかるんだって。声が似ていてね、吉本さん見てますよね。ほいで言われて「あ、どうもすみません。東君またいろいろよろしくお願いします」ありがとうございます。わかりましたね。もうほぼいっぱいだ。いや、でもまだまだいけるよ。最後重しするし。僕漬物用のさ、重し、こういうやつね、大地君ね。丸い。でもなかったからうちにあれと思って、なんかないかなと思ったら、さっきしーちゃん縛ったあそこに漬物石みたいなのがちょっと落ちてるから、あれでいいかと思って。あれも漬物石だね。昔ね、まあ前使った人たちもちょっとさ洗ってさ、こうやってビニールの袋入れてさ、こうやって乗せればいいよ。こっちは衛生的にいいと思う。坂井君は梅はあんま好きじゃない？あんまり食べない？まあ好んでは食べないですね。あ、そう。あまり好きじゃない。好んで食べてるね。一番好きなお漬物って何ですか？野沢漬け。野沢菜。野沢菜漬けが美味しいね。あれさ、炒めても食べれるしさ、古くなっても古漬けで食べれるしさ。たくあん島の人あとたくはあんまり。あんもいいね。ああ、そうですか。吉森さん梅干しお好きですか？うん、食べるよ。少しね。でも朝ね、1個食べるといいっていうね。健康のためにね、梅は。塩は適当ですか？はいただ、はい。塩が足りなくて、はなんか腐るというか、い。はでも塩を大量にしとけば、はいまずしょっぱいはしょっぱいですけど、まあ腐りにくい。い。うん。あと山の中でやっぱり塩分が欲しいって言って食べる場合も結構あるので、そういう時にすごい塩辛い梅干しは美味しく感じるので、かなり市販のものよりも塩辛いです。まあね、少々入れれば大丈夫。何ですか？塩？少々塩を使えば大丈夫。美味しい梅干しになると。仕事柄その夏の暑い日3日干しのタイミングとかが必ずそういう時期で取り出せて干せるとかっていうわけじゃないので、そうだね。その時期忙しくていない場合もあるから、そうするとかなり味強めにしとけば。間違いないよね。坂井君はお酒飲まねえんだっけ？でも昨日召し上がってました。飲む。これさ、あれだよ。
佐賀県持ってもらってってさ、これブランディーつけろいいよ。ブランディーだけつけてくるとね、梅のブランディーができるからね、飲むに美味しいよ。これで健康にいい、健康に。梅ブランデーですか？そう。ブランディー漬けってやつにしとけばね、それじゃ飲めるからブランディーで。作んねえなって顔してますよ。まあアマゾンで一発なんで。通販ですぐ買える。あれだな、長屋の飯。まあそうですね。でも手作りでね作ったさ、梅酒とかいうのも美味しいよ。うん、確かに違いますよね。違う、そう。自分で作ってね、あれだから。梅にもさ、なんちゅうか、夫婦梅っていうのがあるじゃん。そういうわけなんですよ。よく見たことないだ。夫婦梅ってさ、2つくっつくんだよ、こうやって。へえ。これくっついてさ、こうやって夫婦梅って言っちゃうわけ。珍しい。俺、もっと木を植えてあるんだけど、なかなかあれだね、ならないな。夫婦梅って本当にあるんだよ。そうだ。これ二重にすべきだったんだ。ビニールはね。もう今から出せない。出せない。広がっちゃってるもんだって。あ、でもこっちの壺に入れ替えればいいか。あ、そうそうそう、そっちへね。あ、そうそう、持ち上げてね。そうだ、同じ壺の大きさでしょ。そうだと思います。じゃあ大丈夫だ。それじゃあ二重にこのビニールの袋してさ。破れるからですか？そう。あとその衛生というかカビないためにも。そうだから持っていくと思うよ。これね、横にしろ。まあいい？はい。はい、いいけ？はい。そっちへね、そうそう、これにやれば。お昼ご飯作るのにさ、台所お借りしてもいい？もちろん。ありがとう。あとハクビシンってある？あ、そうだ。解凍しないと。うん。ハクビシン僕食べたことないです。そうですよね。普通。ハクビシン。あ、でもハクビシンっておいしい。美味しいですよ。美味しいです。美味しいお肉の味がする。あれはあれだもんね、外来種だもんね。そうね。明治から江戸時代に入ってきたって言われてます。あれ食用で入ってきたの？いやー、なんですかね。毛皮の利用なのかわからないけど。ハクビシンは取ったんですか？ハクビシンはかりんちゃんがあれでしょ、駆除要請を受けて取ったんだっけ？そうです。結構農業被害がすごいんです。で、果樹園とか畑とか、ハクビシンの駆除依頼が猟友会に入ることがあって、それで取られた個体ですね。漁師の後輩がどんどん掘り始めてるんですね。かりんちゃんちのさっき物干し台の下に鹿の頭が埋まってるから漁師の家だと思いました。ああ、鹿のね。佐賀君は食べ物っては何が好き？なんでしょうね。食べる、呼ばれてる。なんでしょうね、食べ物。でもお肉は好きですよ。まあ、お肉はね。俺ね、肉はね、カルビが好き。これ。今度佐賀君来る頃には梅食べれるよ。いや、まだ早いです。ちょっと早いか。ちょっと早いかな。早いですね。これどのぐらいつけてるんですか？あと2、3週間1回つけたところに赤じそが収穫できる時期になるので、で赤じそを収穫してそれを塩もみして、でえぐみを捨ててから赤じそも一緒につけるんです。でそこからだいたい1ヶ月か2ヶ月弱ぐらいつけて、で梅酢っていうのを出して、で天日干しさせて完成です。だから8月下旬には食べれますね。でも瓶の中で保存しといて、
何年も何年も経つとより一層美味しくなるので、その時間の経過とともに価値が上がる、それが嬉しい。もう永遠に腐らないんですか？腐んない。梅干しは100年でも腐んないです。あ、確かにこの大昔のやつありますよね。これ僕の出張道具はい。セットです。出張キッチン。出張本当にはい。ホテル暮らしではい。撮影とかあるじゃないですか。はいはい。その時にこれ持ってって。おー、めっちゃ入これがる。はい。火のスタンドほで、この容器がメスティンっていうんですけど、ここで料理してたりして、でこうやって調理するんです。解き放たれてる。ホテルとか行っても自炊するってことですか？かなりしますね。あれ冷凍肉持ってって、はい。でホテルに冷蔵庫あるので、はい冷凍の状態で入れると結構数日キンキンに冷えてるんですよ。はい。で外泊が続く仕事の時って、やっはい。ぱり外食がしんどくなっちゃうので、そうすると自分で野生肉焼いて、お野菜とかブロッコリーとかもやしとか買ったやつを茹でたりして食べてます。なんでですかね。脂っこいものが多いとかですか、外食。ですね。あと自分で味付けできないから、はいはいはい。何か本当にかゆいところに手が届かないみたいな。地方行くと、はい。ラーメンショップとかあるじゃないですか。はいはいわかります？ラーメンショップってチェーン店。ちょっとずつ味は違うんだけど。ラーメンショップっていう名前ですか？そう。ああ、なんかあったような。はとか地方の焼肉屋とか、はいその土地土地のうまいものはやっぱあるけど、い。こういう肉食いてって思っちゃうんですよね。それいつからですか？自炊癖？地方で？地方での自炊癖？でも20代後半ぐらいですかね。あ、そうなんですか。これが。何ですか？これハクビシンか？こんなブロック肉取れるか？ハクビシンからブロックじゃないのかな？これでもブロックっぽいですよね。ねえ。油がちゃんと乗ってる。嘘、こんなでっかいハクビシンいるか？ハクビシンのどこですかね。ちょっと聞いてみましょう。帰ってきたら。はい。研いで水少なめの米の中に入れちゃって、はい。あ、来た。来た。めっちゃ量足りるな。私の肉は？私の肉。
うまい。チキンコンソメ。なんか炊き込みご飯みたいな。ああ。スパイスソルト。まだ私の料理まだ。ローリエ。まだローリエ農家さんから苦情来てないですか？え、もうその回って放送しましたっけ？なんかちょいちょいしてる気がします。ローリエは昨日昨日もんっていう。でも誰よりもローリエ使う人だからいいんじゃないですかね。確かに使っている。その固形燃料でできるんですそう。まあ途中でかね。一回追加することは必要だと思うけど、うん。うん。固形燃料2個分かな。し、ダメよ。おいでし。晴れましたね。はいる。これ指突き指してるから力が入んない。なるほど。1あるとそんな違うんですだんだんこれ梅に塩が馴染んでくると、傘が減ってくるんですよ。はいはいはい。で多分その液体が出てくるから、塩分濃度の濃い、それを梅酢って言うんですけど、それに余計浸かりやすくなるんでしょうね、梅が。でそれの発酵というか進むと、今度袋がかなりパンパンになってきて、その梅たちが浮き上がろうとしてくるので、それをまた上から押さえつける意味があるんだと思う。はーい。とりあえずおいしくなーれ。美味しくなーれ。固形燃料プラス1個追加したので、なるほど。美味しそう。美味しそう。本当にできちゃう。
野菜？はい。嬉しい。よしこさんからいありがとう。ただいた20日大根。お茶系お茶系。ありますか？ございます。塚大根いただきます。よしこさんの20日大根。ありがとうございます。いただきます。うん。うまい。ありがとうございます。うん、うん。うまいですね。うん。たまにすごい苦い時あるじゃないですか、20日大根も。うん。何が違うんですか？土ですかね。土の中の成分なんですかね。めちゃめちゃ辛い時とかね。食べますか？いや、大丈夫です。熱っ。こんにちは。黒猫山と。あれか。お、カツオのたたき。末広くんだ。あ、末広さん。出して食おうぜ。それすぐ出して食べられるこれすぐ出して食べれるんじゃない？カツオのたたきうなぎだって。の？うなぎ？この前さ、お山椒の実をさ、つけたから。ございますよ、私。あ、そう。でもうなぎあれにしよう。吉森さん大好きだから、吉森さんいらしてからうなぎは食べよう。うなぎの話昨日してた。あ、吉森さん？してた。カツオのたたき食おうぜ。いい時代。山にいながら海のもの食えるなんて。お知り合いの方からこんなにいいものが。わお。おお。わ、すごい。うなぎすごい。うなぎどうしたらいい？うなぎ冷蔵しといて。来たらすぐ焼く感じ。で、これカツオのたたきセットだね。豚焼き。物撮り。カツオが。あ、薬味セットまで、ねなんて良心的なんでしょう。じゃあこれごと一回向こう持ってきますすいません、ちょっとお手伝いいただいてもよろしいですか？いいよ。ちょっと待っててくださいね。めっちゃこぼれてる。めっちゃこぼれてる。あ、でもすごいいい匂いですね。はい、これ坂上さん。おお。この辺じゃあ置はいい、て。ありがとうございます。いただきます。うまいわ。これタレかけなくても美味しいですか？僕まず塩で食べたけど、おお。タレだよ。塩で私も。タレこちらに置いてきますね。ありがとうございます。うまっ。美味しい。美味しいな。ね。東出さんのご友人の方ですか？その。そう、スタイリストの友人で、はい。
まあ撮影で一回山に来て、はいで共通の友人たちいっぱいいたんですけど、はいでそっから気に入っていただいて、はよく家族連れで遊び来るようになって、でこの前来てはい血のみ子っていうか生後3ヶ月って言ってたか、と何歳4歳の兄弟連れて、うん奥様とすごい遊んでて、そしたら吉森さんがうなぎ食べたいみたいな話してたら、うんちょうどうなぎとカツオが出身の四国で有名で、うん今度お送りしますって言ってくれて、うんでもなんか前日に焼いて当日に食べてくれないともうダメですって言ってたのね、なるほど。いついますいつ受け取れますって言うから、はいだから僕が自分のところにいたって、黒猫ヤマトの人多分僕のこと見つけらんないからでかりんちゃんとやり取りしてもらって、かりんちゃんが家にいる時にかりんちゃん宛てに送ってもらって、なるほど。おいしい。美味しい。これ坂上さんもどうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。僕取りますね。うん取られるのもあれですよね、なんか落ち着かないですよね。どうぞおかけください。そうですね。取る側なんで。ね、なんか顎にあ、すみません。はいやっぱ取るんかい。いただきます。お、でかい。でかい。うん、うんうん、うん、うん、うんうん。おーいやっぱ取られるの落ち着かないですよね、しょうがないです。トマトのやつは大丈夫ですか？ここにある。いっちゃん好きな魚なんですか？鮭。おお。普通に鮭。何かりんちゃん。もう焼きでも刺身でも関係なくってことですもんね。うん。サーモン。鮭だ。言い方変えた。そうなんだ。焼き魚だったらどうだろう。ブリとかも好きだし、サンマも好きだし。まあ、サンマも美味しいですね。選べないですね。聞かないの僕にお二人は。興味ないの僕が一番好きな魚。知ってる知ってる。いや知らないと思うよきっと。なんだろうな。一番好きな魚ってあるんですか？あんこ。あんちゃうわ。一番好きな魚。知りたいな。知りたい。怖いな、なんかまっすぐ嘘つく目が。知りたくないな。知りたい知りたい。白身魚ですか？いや、サンマです。サンマ。ああ。へえですよね。サンマってでも焼く以外っていまいちじゃないですか。刺身。え、うまいですか？うん。刺身？うん。サンマの？うん。食べたことないです。あ、ほう。うん。サンマのお刺身って
あります？あるある。スーパーに？スーパーでもたまにあるんじゃない？へえ、知らなかった。美味しゅうございます。じゃあオープンしてみますか。福井市。あれは結局ハクビシン合ってました？ハクビシンですよ。あれなんかさ、あんな肉取れる？あんな塊で。いや、塊じゃなくて、もう全身から取ったものをこう綺麗に並べてブロック肉みたいにして保存してました。あ、すごいね、その技術。キャメラをごめんなさい。キャメラ。あすいません。もう出ないとありがとうございますハクビシン多いから取れる肉は少ないので、そうだよね。そう全部骨抜いて溶かした方が料理しやすい。わーお。わお。わおすごい。わおわお、美味しそね、下のお米が。何ですかこれも。おい。できてる。できてます。ラザニアみたいな感じですか。そうですね。ほい。はい、ありがとうございます。う。うわー、美味しそう。縁側ご飯っていいですいいね。ね。ちょっと愛犬がうるさいけど。いいただきます。ただきます。僕の作る料理の中では味付け優しくない？うん。美味しい。美味しい。毎回何食べても美味しいです。あららら。美味しい。うんうん。スケットご飯美味しい。うまいわ。うん。追いチーズとかってありましたっもうない。使い切った。おあ、あるよ。あなたそっか2パック買ってきたでしけ？ょ。私もう一個なんか買ってきたんだ。あ、これさ、チーズとさ、オリーブオイルある？オリーブオイル。オリーブオイルお願いします。いいオリーブオイルだったら、アフロがくれたやつ。はい。うん。ハクビシン肉。はい。弾力強め。肉の味濃いめ。穴熊の赤身部分にもうちょっと牛肉に近い脂みたいなのがうっすら乗っかった感じ。わかりにくいですね。ありがとう。きつねよりはい味わい深いし芳醇。はい。美味しいです。おいチーズ。はい、ありがとうございます。あ、やべ。これで乗っけて。ありがとうございます。あ、そんなにかけたんこですね。れはオリーブオイル。オリーブオイル。お、結構。結構うん。ブラックペッはい、いただきパー。いただます。きます。うまい。
うん、おいしい。変わる。へえ。変わります。あら。うん、美味しい。ハクビシン美味しいですよね。美味しい。うん。なんか獣肉の中でも食べやすいなってう個人ん。的に思います。美味しさ、旨味が上位だよね、結構。うんうん癖が少なく。うん。やっぱきつねは素焼きは個性がある。強い。けど、麻婆きつねうまかったな。だから合う調理法を考えれば。でも、ハクビシンって素焼きでもうまいじゃん。塩コショウでも。美味しいです。ね。ハクビシン何科ですか？ジャコウネコ科です。あ、じゃあ猫。猫。うん。だから小動物界ではかなり俊敏で運動神経いいので、うん。電線の上とか走り回ります。うん猫バスみたいに。うん。一回代々木上原の住宅街歩いてたら電線の上ジャコウネコ科のねハクビシンがバーッと走ってて、いるんですね。いる。ハクビシン強いね。いろんな環境で生きてくるね。うん。ごっちゃんした。ごっちゃんした人生初ハクビシン、は初ビシン。い。です。チーズと食べたからよくわかんない。うん。うん、美味しい。うん。美味しいです。うん。そんな癖ないですね。うん。全然。ない。うん。この前焼いて、で、まあ雑食なので、一応草食動物じゃないから、雑菌というか寄生虫とかいるとあれだから、中に火が通るようにアルミホイルにくるんで、ちょっと置いといて、でそっから食べたんですよ。はい。そしたらすごいジューシーな、やっぱね牛肉に近いかな、ハクビシン。はい。うん、うまかったわあれは。ちょっとポン酢かけて柚子胡椒とかと食べたけど、ちょっとすっごいうまかった。今はもう自炊は基本的に鶏肉ですか？ローストビーフ。飽きません？あげます。めっちゃ焼き。あと鮭かな。大体その3つ。ローストビーフはどうやって作るんですか？お湯で作るやつを買ってマシン。
水槽みたいなやつにその棒を刺して、その棒があったかくしてくれる。60度をずっと2時間ぐらい保ってくれる。それでやってます。鹿持って帰ります？ロースト用の。うまいですよ。本当ですか？それやって、はい。みょうがとか叩きにして、貝割れとか、でポン酢で食べるとすごいうまい。